くれてる。そういえばミクたちにこんな正面からしっかりライブ見てもらうのって久しぶりかも。いつもはステージの影とか機材で隠れたとことか、そんな場所から見てもらってばっかだし、ステージからはみんなの顔が見えなかった。でもこんなに楽しそうにしてくれてたんだね。それにいつも支えてもらってばっかりだし、この前のライブに向けてもすごく助けてもらったのに、ちゃんとしたお礼はできてなかった。だから今私たちはこの音でみんなの思いすごく強く感じるわ。もしかしたらこの前のライブの時よりずっときっと私たちのために歌ってくれてるからだね。心の奥に響いてくる。伝わってるよみんな。私たちの方こそありがとう。どうだった？私たちの演奏。とっても良かったわ。今までのどの演奏よりも心に響いてきて。俺もビリビリきたよ。やっぱレオニードの演奏はこうじゃなくちゃな。そう言ってもらえてよかった。あとはみんなで確かめてみればいいんじゃないかな。みんなでって。そっか、撮影してたことすっかり忘れてたよ。まあ私も夢中になったからわかるけど、目的と手段逆になりすぎでしょ。撮ったやつ早く見てみようよ。きっとすっごくいいのになってると思うんだ。そうだね。私もどんな風に撮れてるか楽しみだな。これはいいね。勢いもあって聞いててすっと耳に入ってくる。やっぱりミクたちが聞いてくれたおかげで私たちもいい演奏ができた感じしたよね。ミクちゃんたちありがとう。すす。こちらこそいい演奏を聴かせてくれてありがとう。改めて動画で見て思ったけど、私たちってお客さんからはこんな風に見えてるんだね。なんかちょっと恥ずかしいよね。私すごく必死な顔してるし。恥ずかしくなんてないよ。ほなちゃんすっごくかっこいいし。ほなちの真剣さが伝わってきて私もすっごくいいと思うよ。でもさっきは逆にいつもニコニコだよね。私？確かにさっきはいつでも楽しそうに演奏するよね。本当にね。まあそれがサキの良さなんだけど、映像でもそういう雰囲気ちゃんと出てていいね。二人にそんな風に言われるとなんか照れちゃうな。今のいっちゃん見た？高いとこ歌う時の喉グッてなるのかっこいい。そんなまじまじ見られると恥ずかしいから。というかこれで無事撮影も終わったし、あとはサイトに上げるだけか。まだ編集作業があるって言ってなかったっけ？動画の方向性を決めたいから少しみんなの時間をもらってもいいかな。そのために今日はノートパソコンも持ってきたの。今日のほなちゃんのバッグ魔法のポッケみたいにいろいろ出てくるね。
重かったんじゃない？言ってくれたら分担して持ったのに。気にしないで。大したことじゃないから。それじゃあ早速、今撮った動画をパソコンに送って、動画作成ソフトに取り込んで。へえ、こんなに簡単に取り込めるんだ。でも、なんだか難しそうな画面だね。どこをいじったらいいのかも、よくわかんないし。私も慣れるのに時間かかったけど、ネットでやり方を検索しながら触ってたら、少しだけわかるようになってきたんだ。このタブから選んで、ほら、簡単にかっこいいエフェクトがつけられるんだよ。すごい。画面にもやがかかって、ちょっと雰囲気ある感じになった。これマップだけで、ここまで変わるのか。なんだか面白いな。これだけじゃなくて他にもたくさんあるんだよ。例えばこのお花がふわって咲くのとか。あら、かわいいわね。確かに可愛いけど、この動画の雰囲気には合ってなくない？歌ってるの、こんなファンシーな感じの曲でもないしね。これは試しに置いただけだから。他にもたくさん種類があるから、その中から選べるんだよ。たくさんの種類の中から選ぶ。なるほど。これはなかなかの沼ですな。結構、時間がかかりそうだね。でもいろいろ試すのも結構楽しいんです。って言ってもまだ練習で触ってみただけで、本格的に動画を編集したことはないんですけど。確かに、こうやって見てるだけでも面白いね。でも初めてなのにこんな操作できるなんて、ほなちゃん本当に勉強してきてくれたんだな。私にできるのは本当に初歩的なところだけだけどね。あとはここのレバーみたいなのをいじって色を変えられたりするんだけど。本当だ。全体的に画面が暗くなった。面白いよね。家で動画のこと考えてた時は、サビの部分だけこうやって少し暗くして悲しさを表現するのもいいんじゃないかなって思ってたんだけど、今やってみたらオリジナルのままでも綺麗だね。みんなはどう思う？表現としてはどっちもありそうだね。うん。私もどっちもありだと思うけど、どっちかっていうと、オリジナルの方がいいかも。なんとなくだけど、ここで暗くすると、曲への集中が切れるような気がする。そうかな。しほちゃんの言うこと確かにわかるんだけど、私は暗くする方が好きだな。ほなちゃんも言ってたけど、その方が曲の意味が伝わりやすくなるかなって。意見が分かれたね。いちかちゃんはどうかな？私は志保の言うこともサキの言うこともどっちが間違ってるとかじゃない。これも曲作りと同じで選択する勇気が必要なところ。それなら私も暗くした方がいいと思う。サキが言ってたように曲の雰囲気がわかりやすいっていうのもそうだし、こういう表現は動画でしかできないなって思ったから、志保が言ってた曲の集中が切れるっていうのも私は悪い意味じゃない気がしてて、見てる人が悲しみを表現してるんだって分かってハッとするタイミングになるんじゃないかなって考えたら、演出としてありなんじゃないかな。いちかちゃん。もちろん
動画のことは今ほなみが一番詳しいと思うから、最終的にはほなみの判断で大丈夫だけど。ありがとう。みんなの意見、とっても参考になったよ。タッチの言うこともわかるなーって思ったんだけど、私もいちかちゃんと同じで、暗くする方でやりたいなって思った。やっぱり動画は、ライブとは少し違って、生演奏みたいな臨場感を 100% 乗せられない分、表現を演出で補うことができると思うから。なるほどね。私は結構、音そのものにこだわりすぎてたかも。でもよく考えたら、この動画を見る人は、音楽がものすごく好きって人ばっかりじゃないだろうし、そういう人たちにも私たちの曲を聴いてもらうのが動画を投稿する目的の一つだしね。私もそれで進めていいと思うよ。そっか。じゃあ、方向性はこれで、あとは家に持ち帰ってやってみるね。わあ、どんな感じになるんだろう。楽しみだななんか、今ほなちゃんが作業してるの見てるだけで、いい感じのができそうだったよね。この先も動画上げるの、楽しみになってきちゃった。次の動画は何を撮るか決まってるの？もちろん、新曲だよ。私たちの曲をいいなって思ってくれた人たちに、次も絶対いい曲届けたいしね。それはわかるけど、そんなにすぐ新曲はできないでしょ。確かに前みたいに、すっごく考えていい曲作ろうとしたら、時間かかっちゃうかもしれないけど、でも、私たちの曲を楽しみにしてくれる人もいるし、レオニードの新曲を動画でもたくさんの人たちに届けるために精一杯頑張るよ。やっぱり私も作曲できた方がこれからのレオニードのためになるよね。ついこの前までは全然目処が立ってなかったけど。大丈夫。今作ってる曲は自信がある。早く完成させてみんなに聴かせたいな。